全ての積みプラを作りかけになる前に完成させたい。全ての宇宙、過去と未来の全ての積みプラをこの手で。今日までプラモで遊んできたみんなを、完成を信じたプラモデラーを私は泣かせたくない。最後まで笑顔でいてほしい。それを邪魔するルールなんて壊してみせる。変えてみせる。これが私の祈り、私の願い。さあ叶えてよ、インキュベーター。と茶番はここまでにして、今回作っていくのはこちら。じゃーん、13 minutes プリンセス要まどかセックバージョンです。もっと早く作りたかったんですが、体調不良になっちゃって、今日満を持して作れることに喜びを感じています。私は窓巻きめっちゃ大好きなので、このキットの魅力を皆さんにお伝えできるようにしっかりレビューしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは本編をご覧ください。早速開けていきます。ランナーは小さいのも含めて11枚。担保印刷済みの表情はこの2種類です。わかりにくいかもしれないけど、目の中がちゃんと斜線で描かれています。素晴らしい。他に入っているものはシールが1枚、水転写デカールが1枚、1枚綴りの説明書が1枚入っています。さすが13ミニッツシリーズ、すぐに作れそうです。それでは説明書に沿って組み立てていきます。このキット、13 minutes sisters のノウハウが入ったプラモデルというだけあって、とにかくめちゃくちゃ組みやすいです。ゲートアートを丁寧に2度切りしながら焦らずじっくり組み立てても、かかった時間は2時間ほどでした。それでいてキャラクターのディティールにはしっかりこだわりが感じられて、決して簡素さを感じさせない素晴らしい造形になっています。ただ組んでいてちょっと大変だったのが手首と足首の関節パーツ。これどの美少女プラモデルでも同じなんですけど、小さくてパーツの向きも分かりにくくて、今回はまどかのコスプレをして手袋をはめているので、いつも以上に大苦戦しちゃいました。さて、こうしてまどかを作っていると、やっぱり劇場版魔法少女まどかマギカワルプルギスの回転の公開が一層楽しみになってきますよね。もちろんムビチケはゲット済みです。できれば公開初日に劇場へ駆け込みたいなと思っています。公開されている予告編、皆さんはもう見ましたか？見たことのない新しい魔法少女が出てきたり、みんなの衣装が変わっていたり、あとホムホムがなんだかホムホムじゃないし、たゆかちゃんは包帯ぐるぐる巻きだし、反逆の物語の正当続編ということですが、ホムホムが悪魔化したことによってずれてしまった世界線の話なのかなとか、もう全く想像が追いつきません。皆さんはどんなストーリーになると予想していますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。熱が入りすぎて話が脱線しちゃいました。実はこのキット、一番の難所はまどか自身ではなくキューベイでした。なんと目以外の色付き部分が全てシール仕様なんです。現在の映像はこの複雑な形状のキューベイのシールをめちゃくちゃ苦戦しながら貼っている魔法少女ユーカユギカです。冷静になってこのピンクの格好で黙々とプラモを組んでいる独身女の引きの絵を見ると、自分でもちょっと引いちゃいますね。私の本当の願いは結婚したいです。インキュベーター、そのところ修正よろしく。はい、ということで無事に各パーツの組み立てが完了しました。残るはデカールです。のっぺらの顔パーツが4つに対して表情はなんと16種類。この中から4つを厳選して貼っていきます。以前本体につけて貼ると楽だよと教わったのですが、今回は前髪が邪魔そうなのでそのまま貼ることにしました。水につけてデカールが浮くのを待つ間にパーツ側にマークセッターを塗っておきます。浮いてきたら台紙からスライドさせるのが一般的ですが、私はピンセットで直接つまんで失礼します。爪楊枝派の方も多いと思いますが、私はピンセットが一番扱いやすいんですよね。ただこの後そのデメリットがわかります。位置を微調整しているうちに眉毛がガタガタになってしまいました。乾燥する前にパッと位置を決めるスキルがまだまだ足りませんね。でも前髪で隠れるし、最悪自分で描けばいいやと思って他も同じように貼っちゃいました。全部貼り終えてこんな感じです。本
本体に装着した時にバランスよくできてるといいのですが。チャンネル登録お願いします。各部位のパーツをそれぞれご紹介します。まずは頭部。なんとパーツ数が17個もあります。このほとんどが髪の毛のパーツなんですが、この細かなパーツ分割のおかげで特徴的なツインテールやふんわりした髪の造形がアニメそのままのクオリティで再現されています。続いてはボディパーツです。ノーマル状態が28個、そして座りポーズ用の差し替えパーツが8個となっています。このキットの中で一番パーツ数が多い部位です。驚いたのが制服のチェック模様がシールではなく別パーツの色分けで再現されていること。いい意味で変態的なこだわりを感じました。次に腕と足です。片腕は13パーツ、片足は8パーツという構成。ハンドパーツは3種類。足元はソックスの状態とローファーを履いた状態を選択式で組み立てられるようになっています。最後に付属品。キューベイが7パーツ、クールバッグが2パーツです。キューベイは先ほどお話しした通りシールを貼って仕上げてあります。すべてのパーツができたので合わせてみます。13 minutes プリンセスのまどか完成です。まずは何も持たせずにターンテーブルで一周。アニメのままの完璧なフォルムですね。青木梅先生の独特な絵って立体化が難しそうなのにバンダイさん本当にすごいです。ただ設定通り頭が大きくて足が小さい体型なので自立は少し不安定かなという印象です。というわけで背中の3ミリ穴にスタンドを取り付けていきます。背中のリボンを取り外した穴に刺すのですが、実はこのリボンが最大の落とし穴でした。パーツオープナーを使っても折れそうで全然取れない。あと後ろのスカートがめっちゃポロリします。格闘した結果少しリボンに亀裂が入ってしまいました。これどう外すのが正解なんでしょうね。これから作る方は本当に気をつけてください。気を取り直してスタンドに立たせてカバンとキューベイを持たせてみました。一気に三滝原中の通学路の景色が見えてきそうですよね。まどか、これじゃあ完璧にスリーパーホールドだよ。大丈夫だよ。おいひひ。続いて座りポーズに差し替えてみました。この子怪我してる。ひどいことしないで。そういう君が目つぶししてるよ。わけがわからないよ。劇中再現のつもりが私の不器用さのせいでキューベイを痛めつける構造になってしまいました。怪我といえばこのシールのボロボロ具合を見てください。これでも真剣にめちゃくちゃ慎重に貼ったんです。このキューベイのシールの難易度どうか画面越しに伝わってほしいです。何言ってるのキューベイ。だからまどか、君のスカートの話さ。持ち上げてみると後ろだけチェック模様がないことがわかる。むしろ合理的だろう。半径が絡んでいても造形にこだわっても5000円以内に収めてくれていると、キューベイのメタ解説は置いておいて、この表情は水転写デカールで貼ったもの。これ全体のバランスめっちゃうまく貼れてません？こちらもデカールを貼ったニコリ顔。ちょっと目が近くなっちゃいました。ダイソーの椅子に座らせてみました。隣にホムホムを座らせたくなります。ただこの座り用の下半身のパーツ、股関節が固定で足を閉じられないのが少し残念。女の子なんだから足は閉じていてほしいですよね。パンツは見えなくていいからさ。ハンドパーツの手のひらにはくぼみがあって付属のソウルジェムやグリーフシールドを持たせることができます。この表情もデカールですが少し浮いてるように見えますね。ツインテールに動きをつけると風が表現できる気がします。せっかくなので上からのアングルもお見せしますね。これはちょっと怒られちゃうかな。でもまどかがホラーって怒ってるのってなんだか解釈違いなんですよね。頑張ってスタンドなしの自立でアクション性のありそうなポーズをさせてみました。さあ行くのよキューベイ。キュッポイ。でこれじゃあ全然窓まぎじゃないですね。最後は同じ13 minutes プリンセスの綾波レイと並べてみました。綾波と比較すると随分体型やパーツ構造が違いますね。作品ごとにキャラクターに合ったフォーマットで立体化してくれて素晴らしいです。個人的な感想としてはまどかの方がパーツのポロリが多くて、特に後ろのスカートと袖パーツ、
少し扱いにくい印象でした。綾波より形状が複雑だからですかね。綾波は自立できますが、まどかはちょっと難しいので、これから作られる方は事前にディスプレイスタンドを用意してあげるのがおすすめです。ということで今回は13 minutes princess 要まどかの制服バージョンを作りました。これだけ凝ったディティールでも短い時間で作れるのが13 minutes princess の特徴であり、素晴らしい点だなと思います。制服は共通して使えるし、他の魔法少女もキット化されるんじゃないかなと思って期待しています。と思ってたら、マドホムの新作情報きたー。この調子でマミさんとアンセヨのキット化も待ってます。心の底からよろしくお願いします。そしてまどかを作るにあたってコスプレの衣装を支援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。若い頃もまどかのコスプレはしたことあったんですけど、まさかこの年ですることになるとは思ってなかったので、嬉しいやら気恥ずかしいやらな気持ちです。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が参考になった、またコスプレ見たいと思ってくださる方はグッドボタンとチャンネル登録で応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まどかの衣装といえばこれ、ふんわりシルエットのスカート、中にパニエを履いて膨らませていますが、これが意外とパンツが見えないツインテールはもっと短くしてよかったですね。すっぴんでウィッグカットしている様子は100分の1スケール以上のメンバーシップ配信アーカイブでご覧いただけます。気になる方はぜひチェックしてみてください。